ある年末でのことです。会社の先輩からこんな誘いを受けました。年末年始は実家に帰るんだけど、よかったらうちで一緒に年越ししない？面白い行事があるのよ。一回見せてあげたいなと思っててさ。その人は年齢も私より上でしたが、とても気さくに接してくれる方で、入社した頃から何かと可愛がってくれていました。仕事でもプライベートでも面倒見がよく、いろいろと連れて行ってもらったりしていたのですが、遠出の誘いはこれが初めてでした。せっかくの帰省、ましてや年末年始にお邪魔するなんて悪いなという気持ちもありましたが、気にしないでおいでよと言われ、私自身は実家に帰る予定もなかったので、誘いを受けることにしました。詳しく話を聞いてみると、12月の29から31日に先輩の町では行事があるようで、年越しがてらそれを見においでということでした。会社は29日で終わり、休みに入るのは30日からです。行事について尋ねてみると、私の町で毎年やってるんだけどね。町の人たちの中から一人が選ばれて、その人のために行う行事なの。0時を回ってからやるから、正確には30から元旦までの3日間になるわね。深夜に？そんな時間に何をするんですか？それは見てからのお楽しみ。今年は私のお母さんが選ばれて、もう私もお父さんも大喜びでさ。そうなんですか。よくわからないですけど、そんな時に私がいたらやっぱりお邪魔じゃないですか。いいのいいの、うちの家族は気にしないから。のんびりしたとこだし、気軽においでよ。まあ休みは30日からだから、初日のは見れないけどさ。具体的な内容はわからなかったものの、なんだか興味をそそる話でした。私がその行事について気になってきたのを察すると、もし最初から見たいなら、29日仕事終わりにそのまま行くってことでもいいよ。私としても最初から見せてあげたいしね。年1回しかない上に、今年はやっとうちのお母さんが選ばれたからさ。と言われました。できたらそうしたいとこでしたが、あまり甘えるのも悪いと思い、結局30日に向かうことになりました。先輩は少し残念そうでしたが、了解してくれ、30日から1日まで私は先輩の実家で過ごすことになりました。当日、朝9時頃から先輩の車で目的地へ向かいました。先輩の実家がある町は、私たちの住んでいるところから車で3時間ほどかかります。道中はのんびりと会話しながら、どんな行事なんだろうとワクワクしていました。しばらくして景色が変わってきた頃、先輩がこんなことを言いました。昨日雨降ったよね。言葉の通り、前日の29日は深夜まで雨が降っていました。流れを切っての発言というわけでもなかったですし、何でもない話題なんですが、どこかに違和感があるような、そんな感じがしました。降りましたね。今日は止んでてよかったですよね。用事は雨が降ってても大丈夫なんですか？一応は平気。昨夜は予定通り行われたよ。実はさ、私昨日から帰ってたから、もう大変だったのよ。会社からそのまま実家向かって、夜中にそれやって、終わったらまたこっち戻ってきて、あんた迎えに行って、今すっごい眠い。そう言って大あくびする先輩には、先ほど感じた妙な違和感はありませんでした。そうしてまた何でもない会話をしながら進んでいき、やがて目的地に到着します。ちょうど12時になるくらいの時間だったと思います。車を降り、先輩の実家の方へ目をやった瞬間、ぎょっとしました。先輩の実家は古いお屋敷みたいな広々とした家だったんですが、家の前の庭に水たまりがありました。鯉を飼ってる池のような大きさのです。自然にできるものでもそれぐらい大きくなるのかもしれませんが、そこにあったのはどう見ても不自然なものに思えました。泥水を張った風呂場のような、そんな感じだったのです。これは一体、と戸惑っていると、これも行事に関係してるのよ。とりあえず落ちないように気をつけてね。結構深いから。と言われ、
不思議に思いながらもひとまず家の中へ案内してもらいました。中へ入ると奥から女の人が駆け寄ってきました。遅かったね。あ、この子がお客さん。先輩はそうだよと答えながら私の方を向き、その女の人が母の姉だと教えてくれました。私が挨拶を済ませると、昼食ができてるからと奥の方に案内され、お昼をごちそうになりました。食後には居間にいた先輩の父とも挨拶を交わし、先輩が昔使っていた2階の部屋に案内されました。部屋に入って一息つき、ふと窓から外を眺めると、あることに気づきました。隣近所の家が何軒か見えるのですが、庭に大きな穴のある家がいくつかありました。水たまりではなく、とっかりと大きな穴が開いているのです。気になって先輩に聞くと、ああ、あれは選ばれるのを待ってるオタクってことなの。穴がない家は一度家族の誰かが選ばれたか、今は必要ありませんってことね。選ばれた家はさっき見た通り、穴に水を入れて、大きな水たまりになるの。選ばれた人は大変なのよね。お母さんも今準備中だから、うちにいないのよ。ということでした。今思えば、この時からなんだかおかしな空気が漂っていたような気がします。先輩の説明を聞いても、何が行われるのか全くわからない。当初はお祭り気分で楽しめるような行事だとばかり思っていたのが、何か異様なもののように感じ始めていました。とはいえ、そんな失礼なことを言うわけにもいかず、私の考えすぎであることを願うばかりでした。その日は行事が始まる時間までのんびりしてようということで、前日ほとんど寝てなかった先輩は寝てしまい、私は先輩のおばさんと話したりして過ごしました。夜になって夕飯やお風呂を済ませ、あとは行事が始まるのをじっと待つだけとなりました。この間先輩のお母さんの姿は一度も見ていません。11時を過ぎた頃、事態が動き出しました。4人でたわいもない話をしていたところ、電話が鳴り、おばさんが出ました。10分ほど話して電話を切り、先輩と先輩の父には、そろそろ用意だから行っておいで。と私には、イッチちゃんはここにいようか。私も一緒にいるから。と言いました。何もわからなかった私は、はいと答えるしかなかったです。すると、先輩がムッとしたような表情で、おばさんに近づいていきました。そしてなぜか険悪なムードになり、突然2人の言い合いが始まりました。おばさん、昨日も家に残ってたよね。なんで？何年も前から散々言い続けてるでしょ。私は認めてない。どうしてもやるならあんたたちだけでやりなさいって。やっとお母さんが選ばれたのにまだそんなこと言うわけ？おばさんだってしてもらったくせに、今日だってお母さんはずっと準備してるのに。私はあんたたちとは違うの。いいから早く行きなさい。私は状況が飲み込めずにおろおろするしかなく、昼間の不安がますます募っていきました。しばらく2人の言い合いは続いていたのですが、先輩が時計を見て時間を気にしたのか口を閉じ、言い合いは終わりました。黙って見ていた先輩の父は途中で先に出て行ってしまい、苛立った様子の先輩はバタバタと出かける支度をし、玄関へ向かいました。昨日より気合入るわ。これから何があるかしっかり見ててよ。私にそう言うと先輩は出て行きました。先輩の姿が見えなくなったその瞬間、いきなりおばさんが玄関の鍵を急いで閉め、私の手を掴んで居間へ戻りました。そして私の顔を見つめ、神妙な面持ちで話し始めました。イッチちゃん、今から私が話すことをよく聞いて。もう0時を回ったわね。このあと1時になったらあることが始まるわ。このままだとあなたは犠牲者になる。思わぬ言葉でした。おっしゃってる意味がわかりません。どういうことなんですか？詳しくは後で話すから、とにかく今は解決するための話をするわ。こうなってしまった以上、あなたはその行事を見なければいけないの。1時になったら2階に行って部屋の窓から外を見なさい。何があっても最後まで見なきゃダメよ。ただし
声をかけたりしてはダメ。ただ見て、聞くだけでいいの。聞くって何をですか？一体何なんですか？歌よ。あの子たちの歌う歌を聞くの。必ず最後まで聞かなきゃダメよ。耳を塞いだりしないで最後まで。いいわね。もう何が何だかわからず、泣き出したい気持ちでいっぱいでした。何かとんでもないことに巻き込まれてしまったのでは、どうしたらいいのかと頭がぐるぐるしていました。おばさんは私の頭をそっと撫でながら、大丈夫。と言ってくれましたが、何を信じていいのかわかりませんでした。しかし、その間にもどんどん時間は迫ってくる。結局、おばさんに言われた通りにするしかありませんでした。時間が過ぎていくにつれ、私の心臓は破裂しそうなほどバクバクしていました。どうしよう、どうしよう。そうこうしているうちに1時が近づき、おばさんに2階へ行くように促されました。一緒に来てくれませんかとお願いしましたが、私はここにいるから、歌が終わったらすぐに降りてらっしゃい。くれぐれもさっき言ったことをちゃんと守るようにね。答えでした。さあ、と背中を押され、逃げ出したい気持ちで2階へ上がり、昼間にいた部屋へ入りました。でも、窓の外を見ようとすることができず、ただうずくまって震えていました。もうやだ、怖い、それだけでした。5分、10分。どれくらいそうしてうずくまっていたかは覚えていません。とても長い長い時間に思いました。ふと、何かが聞こえてきていることに気づきました。話し声？叫び声？何かが聞こえる。私は無意識に窓に近づき、外を見ました。窓の外、あの水たまりの周りにいつの間にか大勢の人が集まっていました。子供も大人も、男も女も、10代ぐらいの子や5、6歳ぐらいの子、熟年の方や高齢者の方、20人ぐらい、もっといたかもしれません。その全員が、さっきまでずっと雨にでも打たれていたかのように、服も体もずぶ濡れでした。きくりとも動かず、全員が水たまりを見つめています。そして、何かを話している。怖さで固まったままその光景を見ていると、次第にはっきりと何かが聞こえてくるようになりました。不気味に響くその声にすぐにでも耳を塞いでしまいたかったですが、おばさんの言葉を信じ、必死で耐えていました。やがて、それが何なのかが分かりました。歌です。おばさんの言っていた通り、確かに歌を歌っているように聞こえました。何人もの声が入り混じり、気味の悪いメロディーでノイズのように頭に響いてくるのです。何と言っているのか、聞こえたままの歌詞はこうでした。帰れぬ子はどこか、帰れぬ子は池の中、帰れぬ子は誰か、帰れぬ子は一致、帰るの子はどこか、帰るの子は池の外、帰るの子は誰か、帰るの子は一致、帰るの子はどうしてる、帰るの子は泣いている、帰るの子はどうしてる、帰るの子は泣いている。この歌詞が2度繰り返されました。全員がずぶ濡れで水たまりを見つめたままで歌っていました。誰も大きな声を出しているような感じには見えず、私のいる部屋ともそれなりに距離があるはずなのに、その歌ははっきりと聞こえていました。本当に例えようのない恐怖でした。2度繰り返される間、ただガタガタと震えながらその光景を見つめ、その歌を聴き続けていました。2度目の歌が終わった途端、静寂に包まれると同時に一人が顔を上げ、私の方を見ました。それは満面の笑みを浮かべた先輩でした。さっきまではあまりの恐怖で気づきませんでしたが、よく見ると先輩の父もそこにいました。ただ一人、私を見上げ微笑んでいる先輩に、私は何の反応も示せませんでした。しばらくそのままでいると、突然そっぽを向き、どこかへ歩いて行ってしまいました。すると、周りの人たちも一斉に動き出し、ぞろぞろと先輩の後へ続いていきました。終わったんだ。私はガクンとその場に座り込み、呆然としていました。
早くおばさんのとこに戻りたい。でも体が動かない。頭がぼーっとなり、意識を失いそうにフラフラとしていたところで、おばさんが2階に上がってきてくれたのです。終わったね。怖かったでしょう。よく耐えたね。もう大丈夫よ。もう大丈夫。そう言いながらおばさんに抱きしめられ、私は咳を切ったように泣き出してしまいました。何を思えばいいのか本当に分かりませんでした。少しして落ち着いた私はおばさんに抱えられながら居間に戻りました。時間はもう2時を過ぎていました。時間を確認すると、いっちちゃん、ほっとしている時間はないの。あの子やあの子のお父さんは今日はもうここには戻ってこないけど、さっきのはもう一度行われるわ。今度は3時に歌の内容もさっきとは少し違うものになるの。ここでグズグズしているとまたあの子たちが水たまりに集まってくるわ。そうしたらもう取り返しがつかなくなる。そんな、どうしたらいいんですか？私はどうしたら。落ち着いて、今から私の家に行くわ。この町を出て少し行ったとこにあるから。でもあなたが持ってきたものとかは諦めてちょうだい。持ち帰るとかえって危険だからね。詳しい話はそれからにしましょう。さあすぐ行くわよ。言われるままに私とおばさんは家を飛び出し、そこから少し離れた空き地に止められていたおばさんの車に乗り込み、その町を後にしました。どこを走っても同じ景色に見え、迷路から抜け出そうとしているような気分でした。1時間ぐらい走るとようやくおばさんの家に着きました。中に入り、ある部屋に案内されたのですが、その部屋の中を見て再び恐怖が全身に広がりました。ちゃぶ台しかないその部屋の壁一面、天井にまでお札がびっしりと貼られていたのです。異常としか思えませんでした。もしかして私は騙されているのでは。おばさんも何かとんでもないことに加担している一人、そんな考えが頭をよぎりました。次々と意味のわからない状況が続き、自分以外のものに対して不信感が募っていたのかもしれません。そんな私の心を見透かすようにおばさんは言いました。いろいろと思うことはあるでしょうし、恐怖もあるでしょうけど、この部屋でなきゃ話はできないのよ。ごめんね。我慢してね。おばさんは私をゆっくりとちゃぶ台の前に座らせ、自分は真向かいに座りました。そして話してくれました。ここからはおばさんの話を中心に書きます。ほぼそのままです。何から話せばいいのかしらね。いっちちゃんはそもそもあの子からなんて聞いて、どうしてあの町へ来たの？毎年面白い行事があるから見に来ないかって誘われたんです。町の中から一人が選ばれて、その人のために行われるものだって聞きました。それで今年はお母さんが選ばれたって。期間は3日間で、今日は2日目っていうのは聞いた？初日から来れないかって誘われなかった？聞きました。初日から見せてあげたいからそうしようかっていう話もあったんですけど、私が断ったんです。あまりお世話になるのも悪いと思ったので。そっか、あの子があなたに言ったことは全部そのままね。あれは毎年選ばれた人のために行われるもので、今年はあの子の母親が選ばれた。1日目から見せたいと言ったのは特別な意味があったから。どういうことですか？いっちちゃん、今日一度でもあの子の母親の姿見た？見てないわよね。それどころか、どこで何をしてるのかも、あの子は具体的に話さなかったでしょ。当たり前なのよ。あの子の母親、つまり私の妹だけど、死んでるんだから。何年も前にね。え？あの子が学生の頃だったから、もうずいぶん前よ。だから、あなたの話を聞いた時も、最初からあの子の母親はいなかったってこと。そんな、だって、それじゃ選ばれたっていうのは何なんですか？さっきのことは何なんですか？あれは死人を生き返らせるためのもの。選ばれたというのは、生き返るチャンスを得たということなの。毎年、死んだ人間の中から一人が、そのチャンスを得られる。ただし、それを家族が望んでいなければダメ。望む場合は庭とかに大きな穴を掘って、その意思を示すの。選ばれた場合、
知らない間に穴に水が溜まっていて、大きな水たまりができるの。これは1月2日から12月1日までの間、時間をかけて起こるわ。それによって選ばれた者の家族は、29から31日の3日間、さっきのあれを行う。そして1月2日から水がなくなり、また時間をかけて別の人が選ばれるのよ。さっき歌を聞いたわよね。最後まで聞いたわよね。どんな内容だったか言ってみてくれる？前述の歌詞をおばさんに伝えました。おばさんの話ではこうなるそうです。帰れぬ子はどこか。帰れぬ子は池の中。帰れぬ子は誰か。帰れぬ子は選ばれた死人の名前。帰るの子はどこか。帰るの子は池の外。帰るの子は誰か。帰るの子は犠牲にする者の名前。帰れぬ子はどうしてる。帰れぬ子は泣いている。帰るの子はどうしてる。帰るの子は泣いている。選ばれた死人を生き返らせるには、犠牲とする誰かに3日間歌を聴かせなきゃいけない。あの子が初日から見せたいと言ったのはそのためよ。歌は1時から2時、3時から4時の間で、それぞれ内容が変わり、各2回ずつ歌われる。3日間で6つの内容の歌が計12回歌われるというわけ。さっきあなたが聞いたのは3つ目の歌ね。6つ目、12回目の最後の歌を聴かせた後、その人をあの水たまりに突き落とすの。這い上がってくるのはその人ではなく、選ばれた死に犠牲になった者は二度と帰ってこないわ。そうやって生きていた誰かの代わりに死んだ誰かが戻ってくるのよ。と言っても今の人たちは弔いのつもりで形だけ行うことがほとんど。ここ何年かで本当に生き返らせようとしたのは今回だけというより、あの子だけと言った方が正しいかもね。あの子は母親に固執してる。何年経っても断ち切れないでいるの。母親が選ばれたと分かった時からあなたの話が出てたわ。どうしてあなたにしたのかは分からないけど、あの子はあなたを犠牲にして母親を生き返らせるつもりだった。本来なら2日目に来たという時点でこれは成立しないはずだったのよ。3日間のどれが欠けてもダメだからね。でも雨が降ったのがいけなかったわね。歌も含めこれらのことは帰るの歌って呼ばれてるわ。元は昔から祀られている何かに関係するものなの。死人を生き返らせるなんてぐらいだから、霊とかそんな次元じゃないのかもね。その何かは雨を好むって伝えられてる。3日間のうち1日でも雨が降っている中で帰るの歌を行うと。ここだけはぶらかしてました。とにかく昨日雨が降ったことであなたが1日目にいなかったというのは意味をなさなくなったの。本当ならことが済んだ3日目に現れるはずのあの子の母親が昨日の時点であの水たまりにいたからね。あなたが最初に見た時もさっきの歌の時も水たまりからじっとあなたを見つめていたのよ。お母さんが準備してるっていうのはそういう意味だったの。多分これからもあの子は諦めないわね。またいつか選ばれるのを待ち続ける。だからあの家の水たまりの穴がなくなることはないでしょうね。ここで帰るの歌の話は終わりました。話を聞いたことである疑問は浮かびましたが、聞けませんでした。もしそうだったら正気でいられないかもしれない。そう思ったからです。この夜はおばさんの家に泊めてもらい、朝になって私の家まで送ってもらいました。別れる際、おばさんに言われました。明日から新年だけど、その1年間は雨に濡れないようにしなさい。雨の日は外出自体控えた方がいいわ。生活は大変になるでしょうけど、必ず守ってね。その1年を過ぎればもう大丈夫だから。もしどうしても何か心配なことがあったら私のところにおいで。怖い思いさせて本当にごめんね。元気でね。休みが明けた後、しばらく先輩は会社に出てきませんでした。お母さんが亡くなったと連絡してきたそうです。私はその年に会社を辞めました。おばさんに忠告された通り、雨の日には一切外に出なかったので続けられなかったんです。突然雨が降るかもわからないので、
その1年間は実家で引きこもりでした。なお、私が辞めるのと入れ違いで先輩は復帰なされて、今もその会社に勤めています。とても会う気にはなれませんでした。今、私は普通に暮らしてます。